トークトークイルボの日本語。親指姫。世界の童話、アンゼルセン童話。昔、とても子供を欲しがっている一人の女の人がいました。ところが、いつまで経っても子供が生まれません。女の人は魔法使いのおばあさんに相談しました。どうしたら子供ができるでしょうか。すると魔法使いのおばあさんは一粒の種をくれました。この種を植木鉢に植えなさい。そうすればきっと望みが叶うよ。女の人は言われた通りに植木鉢に種を植えました。やがて大きな花が咲きました。女の人は花を見てびっくりしました。花の中に親指くらいの女の子が座っていたのです。女の人は喜んで親指姫という名前をつけました。ある晩、親指姫がくるみのゆりかごで寝ていると、一匹のヒキガエルがやってきました。なんてかわいい女の子でしょう。息子のお嫁さんにしましょう。ヒキガエルは親指姫をさらっていきました。ヒキガエルは睡蓮の葉の上に親指姫を連れて行きました。親指姫が目を覚ますと、ヒキガエルが言いました。お前は私の息子のお嫁さんにおなり、わかったわね。親指姫はヒキガエルのお嫁さんにはなりたくありませんでした。親指姫が困っていると、川の魚たちが睡蓮の茎を切って逃がしてくれました。親指姫は睡蓮の葉と一緒に川を流れて行きました。川を流れていると、一匹のコガネムシが飛んできて、親指姫を森の中にさらっていきました。コガネムシの仲間たちは親指姫の姿を見て言いました。変な格好をしているぞ。足が2本しかないわ。しばらくするとコガネムシたちは親指姫を木の上に残したままどこかへ飛んで行ってしまいました。親指姫は森の中で暮らしました。小鳥たちが親指姫の友達でした。やがて寒い冬がやってきました。木も花も枯れて森は雪に包まれてしまいました。小鳥たちも姿を消してしまいました。このままだと凍え死んでしまうわ。親指姫は寒くてブルブル震えています。親指姫は森を出ました。そして麦畑で野ネズミの家を見つけました。お願いです。寒くて死にそうです。火に当たらせてください。親指姫は野ネズミおばあさんに頼みました。さあお入りなさい。寒かったろう。お腹も空いてるだろう。野ネズミのおばあさんは親指姫を家の中に入れて、食べ物も出してくれました。親指姫は野ネズミのおばあさんと一緒に暮らすことにしました。親指姫は野ネズミのおばあさんにご飯を作ってあげたり、お話をしてあげたり、歌を歌ってあげたりしました。ある日、モグラが野ネズミの家に遊びに来ました。モグラは親指姫を一目見て好きになりました。どうぞ私のお嫁さんになってください。モグラは結婚を申し込みました。モグラさんはお金持ちだから結婚した方がいいよ。野ネズミのおばあさんの勧めで、
親指姫はモグラと結婚することになりました。モグラは自分の家から野ネズミの家まで廊下の穴を掘りました。ある日、親指姫が散歩していると、地面に倒れている一羽のツバメを見つけました。きっと寒さのために飛べなくなって死んでしまったので、かわいそうに。親指姫はツバメのために枯れ草で布団を編んであげました。そしてツバメの体に布団をかけてあげました。暖かくしてあげれば、ツバメさんは生き返るかもしれないわ。次の日、親指姫がツバメの様子を見に行くと、ツバメは目を開けて言いました。お嬢さん、あなたのおかげで助かりました。ありがとう。親指姫はそれから毎日食べ物を作って、ツバメのところへ持って行ってあげました。やがて暖かい春がやってきました。ツバメは親指姫に言いました。すっかりお世話になりました。私は森へ帰ります。一緒に森へ行って楽しく暮らしませんか？親指姫は答えました。私がいなくなるとおばあさんがきっと寂しがるわ。だから一緒には行けないわ。するとツバメは優しくしてもらったお礼を言うと、飛んで行ってしまいました。秋になりました。いよいよ今日はモグラとの結婚式です。親指姫はモグラと結婚すると、二度とお日様に会えなくなるので、お別れの挨拶をしました。さようなら、お日様。その時、助けてあげたツバメが飛んできました。さあ、私の背中に乗って、素晴らしいところへ連れて行ってあげましょう。親指姫はツバメの背中に乗りました。ツバメは親指姫を古い宮殿に連れて行きました。ツバメは宮殿に咲いている花の上に親指姫を下ろしました。すると花の王様が現れて親指姫に言いました。なんて美しい人でしょう。どうぞ私のお嫁さんになってください。はい、親指姫は答えました。おめでとう、おめでとう。周りの花々から花の天使が現れて、贈り物に2枚の羽を持ってきました。親指姫は羽をつけて、花から花へ飛び回りました。親指姫は花の王様と結婚しました。そしていつまでも幸せに暮らしたということです。おしまい。最後まで視聴してくださりありがとうございました。日本語の勉強に少しでも役に立ったなら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。